〇〇の描き方がわからないんですがどうしたらいいですかって質問がよくあるんですよ。それ教えて再現できます？それ見た瞬間にうまく描けるようだったら多分もう描けてます。なので描き方ってないんですよ。こういうような髪の毛を描きたい、こういうのは服のシワを描きたい、こういう顔を描きたい、こういう目を描きたいっていうのをまず探しましょう。ゴール設定をするってこと。7、8割ぐらい自分が描きたいのに近いなっていう、ものを探しましょう。作る側であるためにはこんな絵がある、こんな作品があるっていうことをやっぱある程度知らないと作る側になれないのね。昔はね、例えばラジカセを解体したいとか扇風機解体して中身を知りたいみたいな人いたわけですよ。で中身が分かったら、再現できる。例えばアメリカのカセットテープ、カセットデッキをウォークマンって言ってね、すごいちっちゃくしたわけですよ、ソニーって。でその時に多分ね、最初にやったことって海外のものをまず分解するんですよ。でそうして新たにちっちゃくするにはどうしたらいいんだろうっていうことなんで、まずそのものを知る、そのものを分析する、解体する、ことなくしてですね、新しい商品製品ってのはありえないんですよね。ちょっと話回りくどいですけど、まずですね、新しい自分で絵を描きたいのであれば、自分が描きたいものを必ず資料を集めてください。もうね、最初はアニメシュークの稼働始まってから4ヶ月目ぐらいなんですよね。差がついてきてるというのかな、と思いませんか？めちゃくちゃシンプルなんですよ。上手い人と上手くない人の差、参考資料がある人とない人。要するに参考っていうのはとりあえずゴールなんですよ。一言で言うと、僕は東京の秋葉原行きたいんですよっていう人に対して、こういう風に行くといいよって、言えるじゃないですか。なんとなく関東の方なんですけど、どういったらいいですかって言われるとですね、僕はぼんやりとした解説しかできないし、ぼんやりとした案内しかできないですよね。これね、皆さんこのような絵が描けるようになりたいんですって言われたら、あなたにはこの部分が今足りてないですよ、まずこれをやりましょうっていう風にですね、僕の方で解説できるのね。あとよくね、目指す絵柄を一つに絞れないんですけど、どうしたらいいですかみたいなね、質問をよく聞きます。でそういう方にはですね、要するに自分が消費する側として好きな絵と、描いて楽しい絵は違うよっていう話をよくするわけです。自分が食べたいご飯と自分で自炊する料理は違うでしょ。いざですね、ロースカツ作るかみんな。あれは自炊する時に作るものじゃないぞ。で一人暮らしで、作るものって何って言ったらさ、もう簡単な鍋とかね、超簡単だよね。で皆さん自分で自炊する時って簡単な割にうまいものを作るよね。それと同じなんです。絵もこれは見るに楽しいけれど描くにはしんどいなって、すっごい線が多いキャラクターとかね、ロボットとか、みんなそんなに描くの好きですか？僕は線が少ない方が楽だし、ロボット描くのはちょっとめんどくさいし、僕ね、スタジオジブリに最初入りましたけど、ジブリの絵は難しいぞ。みんな描いたことありますか？ジブリの絵。あれはね、うまく見えないんだよ、ジブリの絵って。なんでかっていうとね、あれ曲線がベースだからです。それに比べてやっぱね、例えばガイナックス、僕の世代だとね、フリクリとかさ、エヴァンゲリオンとかね、ああいう絵ね、まだね描きやすいなと思いました。なんでかっていうと、どっちかっていうと直線ベースだからですよ。と思って僕は学生時代にジブリの絵はあんまり描かなかったっす、正直。これなんでかっていうと、下手に見えんじゃん、もっと。自分で重々下手なことなんか分かってますよ。さらにそこで難しい絵を描いて下手に見えたら、なえるじゃないですか。心が折れるじゃないですか。だからなるべく自分の低い画力でも描きやすそうな題材をやっぱ選んだ方がいいよ。そこにね、なんか二重三重にねハードル高いのを持ってきて、描けないって思うんじゃなくて、いろいろ描いてみましょう。そしたら描いてる時間、これ面白かったかな、つまんなかったかなっていうのをちょっと体感してください。自分の、感触を大事にしてほしいんですよ。その時に普通に見ながら模写すればいいし、さらにしんどいんだったらトレスしてもいいです。でトレスもいろんなトレスの仕方あって、線を一本一本完全にトレスするってのもあるけれど、ざっくりと形をね、輪郭線をなぞるとか、すっごい簡単になぞるっていう方法もすごくありです。なんか結構ね、トレスっていうのが結構皆さんに軽視されがちなんですよ。トレスして初めて分かることめちゃくちゃいっぱいあります。トレスなんかしても下敷きにしてるから全然上手くならないんじゃないかと思いきや、
結構トレスって難しいですよ。ちゃんとその絵の方向性とか形っていうのを認識してないとうまくなぞれないので、トレスはかなりその形を吸収するときに良い方法です。やっぱ塾生さんでやっぱ上手くなる人とそうじゃない人ってね、観察力なんですよ。で、何の観察力って言ったら、一枚の絵に対する観察力ももちろん違うんですけど、何が違うかっていうと、他の塾生がどんな取り組み方をしているかの観察力が違うんですよ。僕のその添削結果をなぞってみたり、模写してみたり、トレスしてみたり、それを見ないで今度再現してみたり、ありとあらゆる形で、なんでこの人はなんか自分の絵に対してこう描いてきたんだろうかっていう、それ何かっていうと、要するに対話ですよね。僕との対話になるんですよ。それが模写にせよ、トレスにせよ、参考にするにせよ、それってそれを描いた、元の絵描きさんとの対話なわけですよ。上手い人とはこのような考え方をして、このようにものを捉えているんだなということをインストールしていくわけです、自分に。で、これしないと上手くならないんですよね。これが上手くなる方法なんですよ。すごく勘違いしてる人あるあるとしては、お手軽なコツなんかがあって、それを聞いたら爆速で上手くなると。で、そのコツなんかを知ってるから、僕なりね、なんないそのうまく描ける人は描けるらしいんだろうと。なんかうまいコツないっすかみたいな、ね、質問ね、ほんとよくあるんですけど、うまいコツはたくさん描くことです。うまい形を、これが一番うまいコツです。これ以上のコツはないです。人はですね、いきなり今日明日で10キロ20キロ痩せないじゃないですか。それと同じように、今日いきなり、賢くなることもないじゃないですか。その絵も今日いきなり上手くなることはないんですよね。スポーツとかピアノとか勉強とかと、ほとんど同じです。どんな形、ものを自分の指先で覚えていくかっていうことなのね。すごく言いますよ。ざっくりと一刀両断しますよ。トレスを軽んじる人は正直下手です。もちろんジャンルにもよるんだろうけれど、その線に込められてる情報を軽んじるぐらいものを見る能力がないから、トレスだけではうまくならないですよ。もちろんわかります？皆さんね、僕の話を曲解する人多いんですよ。模写だけすればうまくなるとか、トレスだけうまくやればうまくなるとか、デッサンだけとか作品だけとか、僕言ってますか？そんなこと。それもやろう、これもやろう、あれもやろう、トレスもやろうです。トレスだけで上手くなると言ってませんし、模写だけで上手くなるって言ってません。自分に都合よく考えないでください。模写っていうのはトレスも含む模写と、デッサンっていうのは実物の観察、実物の、見たり下敷きにしたりする、そして自分で何も見ないところから創作する、この3つの組み合わせを随時やっていく。これ簡単に言うと全部やろうぜって話だ。全部やろう。自分が思いつくこと、可能なことを全てまんべんなくやりましょう。これが上手くなる方法。なんでかっていうと、必ず創作してると、これは参考を見た方がいい、これは自分の指を撮影して下敷きにした方がいい、これは丸々した方がいいっていうのがケースバイケースで全部違うんですよ。絵ってさ、これをやっちゃダメとかあれをやっちゃダメってさ、ないんですよ。明らかな著作権違反とかさ、ダメだと思うけど、それを自作として発表するのはあれだと思うけど、ないんですよ、タブーが。面倒くさいからやっていないだけなんだよね。自分でやってみればいいじゃない？自分で持ってみればいいじゃない？自分でその演技をしてみればいいじゃない？その時に自分でスマホみんな持ってるよね。じゃあそれ撮影できるよね。でそれをその自分のね、デジタルとかねやってる人だったら、そういうデバイスで飛ばしてさ、それ下敷きにできるよね。なんでしないのってやればいいじゃん。なんでまっさらのレイヤーから描こうとするの？描き始めるの？もちろんそういう時期もあってもいいし、そういう絵の描き方もあってもいいよ。でもなんでそれしかしないのって。下敷きにしてもいいと思うよ、自撮りを。いろんな無限のさ、可能性っていうかパターンあるわけじゃん。それをなんでやらないのっていう、ただそれだけの話なんですよ。いや、うまい髪の毛の描き方、シワの描き方、体の描き方、それさ、うまいやつ世の中に無限にあるじゃないですか。なんでそれ一回自分でなぞってみようと思わないの？模写してみようと思わないの？少なくともそれで全部が分かるわけじゃないし、今からうまく描けるわけじゃないよね。そんな人いないから。ただし絶対今よりマシになりませんか？0点の自分が誰かの絵を模写したりトレースしただけで6、70点になるよ。これすごくないですか？
要するにちょっとだけかじったって状態。これアニメシルクの素体を下敷きにしただけで全然描けない人が6070点の絵になってる実際。ただこっからね、これ落とし穴あってこんなうまいだけの話じゃないですよ。こっから80点90点の絵にするのにすっげえ大変なんですよ。80点90点の絵にするためにはどうしたらいいのって言ったところで、さっき言ってたトレスが出てくんじゃん。トレスによって上手い人ってこうやって最後まとめてんだっていうのが分かるから、最後の絵を詰めるっていう部分ね。ラフからさ絵を綺麗な絵にするときにこれじゃない感ってすごくないですか？でもこれはね、ラフの時点って線がいっぱい重なってるじゃないですか。だからその中から一番自分がいい絵を勝手にね妄想というか抽出できるのね。だからよく見えるんですよ。で最後の一本の線にまとめるっていうところで、やっぱり上手い人はどういう風にまとめてんのか、どういう形に最後してんのかっていうトレスが効いてくんので、これは僕の実体験ですけど、原画って言っても結局トレスなんだよ。作画監督修正来て創作監修正来てそれをトレスするから結局トレスなんだよ。でそのトレスがね、アニメーターの話で言うとね、やっぱ動画マンでトレスちゃんとできないとうまい形吸収できないから、その後うまくならないんですよ。でトレスって何なのって、ただ下にあるのなぞりゃいいんでしょって、それなぞってみてください。できないですから。なんでかっていうと、本当に線の方向性、向き、要するにアニメ業界用語で言うとこの溶けるっていうんだよね。ここはちゃんと角があって硬い部分なのに柔らかくなったりとか、ここは本当は丸い楕円のはずなのに逆に四角くなったりとか、元の絵の意味をちゃんと読み取れないでトレスしちゃうと絵が溶けて原型をとどめなくなっちゃうっていうことです。なのでさっき言ったように最後の爪の部分に至ってはやっぱりトレスすごい重要です。なのでトレスは必要ないっていう人は正直大した人じゃないはずです。そこを軽んじるような人は漫画家で言ったらペン入れどうでもいいって言ってるようなもんですよね。最初の頃はあんま僕はトレスできなかったです、ちゃんと。なので模写のような落書きのような何かでいいと思います。でこれ模写の目的っていうのは何かっていうと、自分の絵よりも足になればいいんですよ。ちょっとでも俺うまいんじゃない、ちょっとねうぬぼれられるようになるために、見ながら描くという程度でいいと思います。はい。で今度下敷きにすると下の絵との落差が激しすぎて俺自分下手じゃねえって思って辛くなるのがトレスの辛いとこなんで、トレスは結構ねハードル高いっすよ実は。皆さん試行回数が多ければ多いほど人っていうのは上手くなるんだよ、どんな人でも。ただしね、1万回も書けないんですよ。途中で飽きちゃうし、あと自分に対してなんかよくわかんないプレッシャーをかけちゃうし、大事なことは1万回書くためにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えるわけ。そのためにはハードルを下げたり上げたり時間をかけたりかけなかったり、いろいろ自分に対して飽きないように揺さぶりをかけたり、いろいろね工夫が必要なんですよ。